これはね同じプロデューサーなんです。岸和田少年愚連隊の日本と、プロデューサーがですね、かつて何度か映画にしようとして、脚本も作って準備まで中国へ行ってロケーションの準備までいろいろ進めて2度ほどやったんですかね。そのたんびに挫折というか諦めるわけです。このメンバーで行くと破綻すると、取りきれないと。まあもちろんそれぞれのパートがいろいろ自分の仕事に対していい環境を生み出すための要求をいろいろしますからね。と機材がここでは揃わないと、ライトもここでは揃わないと、もしそれでライトが壊れた場合上海から補給しなければいけないで、監督はこのペースでしか撮れないと要はスタッフ側が、ある作品を仕上げよう、なんか完成に向けようという熱がいい作品を撮るために粘るっていうのと、何としてでも完成させて完成させる中でこう戦っていく中で何かを得ようっていうのとではだいぶ違うわけですよね。で岸和田の日本をやってる我々スタッフを見て、こいつらだったら中国行ってもやれるんじゃないかっていうのがまずきっかけだと思います。それで眠っていた企画が、で彼は昔からどうしてもそれがやりたかったんですよね。でそれが我々と出会うことによって復活して、本を今度中村また同じ脚本家なんですけどに頼んで、全面的に作り直して、で、我々は、もうお金をほぼ現金で持って、それが亡くなるまで登場人物と一緒にもうある意味無謀な旅に出て、で戻ってくる間に映画ができているかどうかっていう冒険に出たんですよね。いやもうやっぱ大変でしたよね。大変というか大変楽しかったですよね。もうこう今またもう一度やれって言われてもやりたいけどもうできなくなっちゃってるかも分かんないですね。それは一回やってしまったっていうのもあるし、その当時持っていたその気合というか熱っていうものがもう違う方向に向いてしまってると思って、だから今も機会があってちょっと絵を見直したりすると、なんかきっと熱病にうなされるようにして撮ったんでしょうね。なんか人の映画を見てるみたいな感じになりますよ。はあでこれは観客には関係ないことなんですけど、予算的にはかなり厳しい状況でやってたんですよね。今我々がこれではもう撮れなくなってるなっていう、要は無謀だったのかもわかんないし、ただそこにはなんか肉体的な若さと精神的な若さがそこに感じられて、自分にはもうなんか失っちゃったものがそこにあるようなものを見る感じがして、少し懐かしくもありますけど今の自分を思い知るような感じがして、ちょっと辛いところもありますね。そうですね、まあ僕たちはその本当に作って取って帰ってきたといういろんな、まあ、中国の奥地でも雲南省の奥地でも28年ぶりの大豪雨で連絡取れなくなって、我々は帰り道をなくした状態で、普通だとそこで、泊まるんですけど、泊まってるんだったらこんだけいればやれることやろうよと言って取ったんですよね。だからそういう意味での満足感っていうのはもう別格ですよね。で出来上がった作品は、非常に優しいし、そのなんか自分見ると自分たちをまた村というか旅にのところにポンとタイムスリップで連れてってくれるし、
なんて言うんでしょう、もちろん映画はね見ていただく観客のために作るんでしょうけど、ために作るっていうのも実は嘘なんだろうなという。で我々は我々の表現したいというか見たいものを作って、で我々のそれが我々の喜びであって、その喜びの結果生まれてきたものを見ていただくっていう、要は観客がこういうものを喜ぶからこういうふうに作ろうっていう映画ももちろんそれはそれであっていいと思うんですけど、なんか、世の中だからそういう映画がたくさんあるので、その隙間に入れればいいので、自分たちが楽しいと思うものをあいつらが楽しいと思ってるものってどういうのなんだよっていう、その数は少なくてもいいんで、そういうふうに楽しんでもらえればっていう、それのそういう意味ではそういう代表作だと思いますね。今その神話というかそういうふうにだんだん見えなくなってはきてるんですけども、当時それを作った頃っていうのはまだまだ中国っていうのは今のように急速に経済的に成長する前で、何が起こっても不思議じゃないっていう、本当は日本でも裏の山だったり自分たちの村から離れると何が起こるか分かんないっていう、その未知なる部分っていうのが日常生活の中にあって、そこには行っちゃいけないとかっていう場所があったりして、ただその未知なる部分というのには子供から見ると夢があったわけですよね。なんかすごいものがあって、要は冒険しようという気持ちになる、知らないものを見たくなるっていう。それがもうその時点では、日本に夢を持てなくなったというか、それは本当はあるんですけどマクロに詰めていけばもう葉っぱの裏にだってどんな世界も全部あるんですけど、それを我々が感じ取れなくなってしまって、もっと大きな意味でのやっぱり大陸っていうか日本人独特のあれだと思うんですけど、島国ですからね、やっぱり大陸っていうものに憧れがあって、その奥深くには誰も知らないすごいやつらがいるって、原作者が、椎名誠さんという、こういう SF チックな小説も書くんですが、普段は自分の旅を小説ともコラムとも何ともつかない不思議な表現をする人なんで、その人がこの原作を書いた時は要は自分のその日常から逃れる、作家としての日常から逃れる時に冒険小説とか SF 小説を書くんですよね。で日曜日に夕方っていうか午後お昼にビールを飲んでうとうとっとしてまどろんでる時に中国に空想の中で旅に出てとんでもない美女と出会って、でしかもその美女は飛んでいるっていう、要は椎名誠さん自体要は雲南省っていうことをよく知らなかったんですよ。ある場所は大体こうですけど当然行ったこともないんですよ。で我々は完全に騙されたわけなんですよね。完全に行ってそれに近いような部族があってそういう神話があって作ってるんだと思ったのがもう全く作家の昼寝東京の自分の部屋の中で行われてたって、なんかでも素敵だなというかね、大人でもそういう夢を見るんだと、しかもそれを小説に書いちゃいるんだ、やっぱり場所じゃないんだなっていう、個人の想像力の問題、感性の問題なんだなっていうのはちょっと驚きましたね。だから逆にこちらはその風景っていうのを作る予算がないので実際にあるところへ行って撮るしかないわけですよね。でどんどん逆に今度はその空想を利用して実際にそのを追うような旅に我々スタッフが出たという感じですよね。そうですね、もう原作読んだ時から綺麗な男の人がいいなっていう、そのこ夢物語ですよという第一歩だと思うんですよね。
こんなサラリーマンいないよって、特に何かとびきり綺麗じゃないんですけど、本木という役者は不思議な存在で、普通でいながら普通でない、要は芝居で何かそういうエピソードを作らなくても彼の存在そのものが醸し出すそのこう普通じゃない雰囲気っていうものがどうしても、映画には必要なんじゃないかなと。あれがなんかリアルな人間がで、美しくない人間がやるとまた全然違う映画に見えたかもわかんないですね。それはそれで見てみたい感じはするんですけど、我々の作った中国の超人っていうのは最初原作を読ませてもらった時からこれはやっぱりもう時しかないんじゃないのかなっていうふうに、考えたというより感じたんですよね。まあ本人も原作と脚本を読んでその気に入ってくれてすぐにやろうっていうことになったんですけど。何曲かその脚本家も含めて、ただベースは脚本の中村が物語を進めるにあたってどうしても歌がいるということになって、でそれは人々の中で歌い継がれている歌で、そこに行ったその飛行機乗りが口ずさんでいるっていう、そうなってくるとだいぶ焦点が絞られてきて、そういう、こうヨーロッパのこう民謡というか民族楽というそういう音楽に詳しい人とかに聞いていって、何曲か選んだ中でなんか、歌だけでこうオリジナルのものを表現できるっていうとアニー・ローリーが一番いいかなと。歌詞的にも非常になんか切なくてね、なんかそれでまあその曲に決めたんですけど、だから原作の中には登場しないんですよ。そうですね、日本でメジャーな撮影所の作品の話が来たりとかっていうのはそのきっかけだと思いますね。ただ作品そのものというよりもその作品をやろうとしてたそのプロデューサーとの出会いっていうのがやっぱり今まで違う種類の人たちと出会っていくっていうきっかけにはなりましたよね。だから、まあみんなだから代表作とかいろいろなその違う流れを生む作品っていうのはどの監督にもあると思うんですけども、それは周りから見るとその作品をタイトル名というかその作品そのものっていう見方になるんでしょうけども、実際はそれ作品を作るにあたって変わっていった人間関係とかっていうものが流れを変えていくんで、そういう意味でも岸はだからずっとそのつながってる一つの流れなんですよね。それでまたそちらの方向に今度開けていくとまたそこでそれぞれの出会いがあって、で意外なところで自分の昔の作品を支持してくれる人がいて、でそういう人と出会うことによってまた変わっていって、で変わった自分たちとまた再度その中国の超人のプロデューサーが出会って、じゃあ次どういくっていうようなことがあったりで、やっぱり人と結局は人のつながりの中で作品がその後に追うように生まれてきて、で、我々のことを、どちらかというと作品が後押ししてくれるっていうそういう印象ですよね。だからそういう一番大きな自分にとってのそのこうターニングポイントというか変わり目になったのは確かに中国の超人と、まあそこに至るには喧嘩の花道からのいつも通りの普段通りの自分があって、だから普段通りの自分の普段通りのやり方っていうのがやっぱり違うものを生むわけですよね。ここでつながっていった人間が違うものを生み出すと。まあだから
同じ人間でももう自分でもやっぱり、同じつもりでいてもやっぱ変わってしまってると思うんですよね、最初取り出した頃とは。それは取れる状況が変わったりとかっていう変わり方もプラスして自分自身の中身ももう変わってしまってると思うんですよ。だから当然作品はそれには嘘をつけない正直なものが出来上がってきて、またそこで違う道が開けていって、まあいずれ体力が衰えてあの人どうしてんのかな、一時よく名前聞いたけどなっていう、まあそれが映画監督の宿命なんじゃないですかね。縁のある作品って不思議なもんで、何かこう、偶然手にすることがあるんですよね。新しい本を作るんでいろいろ構想を練って行き詰まってどうしようかなって思ってる時に、隣にある本の束がガサガサって崩れて直そうと思った時に中国の超人の DVD のパッケージがあったりとか、岸和田がそこにあったりとかっていう、そういう本当に人生でよくあるような偶然で、そういう出会いをしますよね。となんとなくああってなんかちょっとかけて、要は BGM 代わりにかけてると最後まで見ちゃうんですよ。なんだけど何も考えずに。で解放されるわけですよね。自分の作ったっていうか映画によって行き詰まってて頭がぐちゃぐちゃになってるところをなんかともかくその時間はクリアにしてくれるという、救われるという感じはあります。